Get your sports, ABEMA.昨日の中日、大関霧島が敗れ全勝力士が消滅。1敗に3人、2敗に3人で今日から後半戦。真夏日に迫った本日の東京両国、土俵を熱くするのは一体どの力士でしょうか。大相撲5月場所9日目、本日も結びの一番までたっぷりとお届けしてまいります。アベマ大相撲ライブ5月場所夏場所9日目です。本日幕内放送の解説は元小結両国境川親方です。親方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ただ気になるのがやはり右の肩、肘、サポーターテーピングが施されております。優勝した場所も親方、足の怪我があったりね、ありましたけどね、怪我に、しかし土俵に上がる以上はね、はい、もうどの力士も全力士あちこち悪いのをね、そういう態度を出さずに我慢してやってるんですよね。なるほど。言い訳していけるか武富士という一番になりそうです。過去の対戦、武富士の4勝、欧勝海はこの武富士に勝ったことありません。ちょっと合いませんでした。大相撲では立ち合い成立、頭からいった、一気に持っていく武富士、中に入りました。寄り切り、武富士の勝ち。まさに親方おっしゃっていただいたように武富士のパワーとスピード、一気に持っていきました。武富士が勝って6勝目、そして欧勝海敗れて8敗目、今場所の負け越しが決まってしまいました。親方、はい、これぞ武富士という相撲が出ました。本人の本当に一番の相撲じゃないでしょうかね。それと今日はちょっとね、欧勝海のそれとも相手のね馬力出足を警戒したのか、ちょっと立ち合い弱かったような感じ。近いもんですから、もうやっぱり一場所に何回か足の上落ちてきたりね、やっぱりこう着物の羽織とか破けたりね、そういうことはしょっちゅうありますよ。破けたりするんですか。ここたもととかね、そうですか。落ちてきた力士に引っ張られて、危険とね、そういうのはもう常に隣り合わせですよね。両国は近いんですね。他の会場の方が遠かったりするんですね。遠いというかね、距離があるんですね。国技館よりは。さあ土俵時間で突っ張っていく若の勝、新入幕です。右からいなしたローが最後は突き落とし、若の勝の勝ち。いいんじゃないですかね。いい突っ張りとかいい押しとか持ってますよね。やっぱりこの数場所本当に突き押しがなかなか普段は伺えない話お聞かせいただいているものですから、警戒するんであれば自分も当たり負けしないで、ね、左四つに組み止めるとか、そういう作戦もありますよね。押し合いになるかどうか分かりませんけど、先場所初めて顔があって、その時は藤良賀が押し出して勝っております。2度目の対戦。さあ藤良賀2敗をキープすることができるか、それとも御嶽海が元大関先輩の力を見せられるか。先に腰を下ろしたのは藤良賀。下から押し上げていこうと藤良賀持っていく、土俵には回り込んだ、残したんですが最後は押し出しました藤良賀。勝ったのは藤良賀です。御嶽海も土俵際なんとか残して回り込もうとしたんですが、それをさせず勝負を決めてみせました藤良賀。7勝目。
幕内で初の勝ち越しに向かって王手出ましたよね、まあ、御嶽海もね今日当たり負けしないのに当たっていったんですけど、やっぱ藤涼河の立ち合いが良かったんですかね。御嶽海当たったと同時に状態が起きましたよね、それだけ藤涼河のこの琴恵光は右四つが得意です。で先場所9勝6敗で初めて幕内で勝ち越したんですよね。そうですかまあ、投げがなんせ強いですよね、だからもっともっと前に出る力をね、寄り切りとかね、そういう勝ち方が増えてくると、当然、番付も上に上がっていくんじゃないですか。なるほど、その投げに頼らずということですね。投げ打てるのはいいんですよ、ただその前に出るということを部屋でも言われてると思います。はい、さあ時間です。過去の対戦、翔猿の1対0。差しに行きました琴恵光、前に出ていく、ここは突っ張っていく、残した翔猿、左に回ります。再び中に入りたい琴恵光、一気に押し出しました。最後は前に出た琴恵光、翔猿を少し引かせました。琴恵光勝って2敗をキープ、7勝目。翔猿敗れて2敗目。琴恵光が勝ちました、親方。まず相手の方が乗ってくるんですけど、自分が差してね、先に攻めましたよね、追い詰めましたよね。翔猿もね、あっさり土俵を割らなかったんですけど、まあ今日の相撲の流れは琴恵光がね、良かったんじゃないでしょうか。刺身がいいですよね。そうですね。ここもなんとか翔猿をうまく残したんですが、休まないで再び差して前に出ていこうという琴恵光。今日も翔猿が観客席の中に飛び込んでいってしまう。体は申し分ないわけですから、192センチ、171キロあります。まだ29歳。対する玉鷲は189センチ、176キロです。玉鷲は今場所西の前頭13枚目ですから、そういった部分も含めて早く白星が欲しいという玉鷲です。押し相撲の玉鷲、獅司も押し得意なんですが、組んでの四つ相撲、これも力強いものがあります。頭でいった、変化がちょっといなしましたね、獅司が。玉鷲落ちてしまいました。獅司、右に動いて右のいなし、玉鷲が前に落ちてしまいました。反則ではないんですけどね、目先の一勝にねこだわりのどんどん上位を目指すにあたってはね、極力こういう相撲はね、本人のためにあえて言わせてもらえばね、いい体してるし、やっぱ先輩がね、頭突っ込んできてるのにね、それを力を避けるというのは、多分師匠から帰ったら注意されると思いますよ。そうですか。勝てばいいってもんじゃないですよね。やっぱ勝ち方であったり負け方であったり、やっぱりだから相撲の幅は比較的ね、広い方じゃないですか。突き放しもいいし、のど輪もいいし、上手投げも強いし、寄りもあるし、体をやっぱ前に出るときは強いですよ。そうですね。金峰山も対応するか。さあ軍配返りました。過去の対戦で言いますと竜電の7連勝。金峰山、この竜電に勝てておりません。合口なんですかね。そうですね。金峰山もろ手突き、下から竜電少しいなしました。金峰山です。前についた竜電切れた、そこをうまくさばきました。はたき込み、金峰山の勝ち。金峰山対竜電戦、8戦目にして初白星ということになりました。初めて勝ったわけですね。初めて勝ちました。8度目の対戦で、今の一番、そんな意識あんまりないんですよ、土俵に上がればみんなね。ただ終わってみればまた負けたんだなという、やっぱそれが合い口であったり相性であったりね、そういうのって誰しもあるんじゃないですか。この対戦相手にとってはこの宇良も嫌な力士の一人かもしれません。嫌だと思います本当に相手からしたら嫌な力士だし、しかしね、時疾風ですか、最近めきめき力つけてきてるし、左からこう切り込んでね、刺して、それでもろ差しとか左四つ、
体はさほど大きくないんですけど、四つ身のね形がいいんですよね。決して体大きくない179センチという時隼人対する176センチ宇良。立ち合い成立です。差しに行きました時隼人、もろ差し狙い。審判手上げましたね。あ、そうですか。立ち合い成立しませんね。左四つですが、そうですね。手つき不十分でしょ。今審判、勝負審判、ここの親方ですかね。すぐ手上げましたよ。はい。これ今立ち合い成立してない、手つき不十分と、ちゃんと手つけってことですよね。さあ改めて先に拳を下ろした宇良。また時相手はもろ差し狙い、左ねじ込んでいこうというところ、腕を手繰った宇良、後ろにつくことができるか、後ろについて送り出し、宇良らしい一番を見せてくれました。再び館内が大きな拍手に包まれます。いやー親方、また宇良の技が出ました。そうですね、やっぱりこの人はいいプレーです。時相手は2回目ももろ差し狙いでいきましたね。やっぱり左から入って2本こう入りたいんですけど、宇良も時相手が左差しくるのを押っつけてね、こう押し返して、これあれですね、最初の立ち合いですね。2回目も同じような立ち合いなんですよね。しっかり宇良も右をつけながら脇固めてますよね。ここから手繰るのがうまかったですよね。それで後ろについて、これはやっぱ宇良のやっぱ動きの良さじゃないですか。あそこでね、時相手の腕を手繰ってね、うまさはこの人はいいもの持ってると思います。あとはどんどんこう上位をね、上位に勝つにはやっぱり出足馬力ですよね。ただ親方、そういう意味では今日もテーピングがありますが、先場所終わって左足の親指手術しているんですよね。本当ですね。なんかこう熱く巻いてますね。ですからそういう意味で馬力出足というのがね、もしかしたら本来のコンディション戻っていないかもしれませんが、出る以上はね、それは理由に本人しないでしょうから。さあ軍配返りました。もろ手突きです。阿炎突っ張っていきます。中に入りたい白鵬、引いた、落ちません白鵬です。白鵬が逆に前に出ていきます。最後は左を差して寄り切り、白鵬の勝ち。これで白鵬は対阿炎戦4戦4勝ということになりました。ちょっと阿炎はもしかしたら白鵬に対して苦手意識があったかもしれません。もろ手で来ても下からこう当てがうのがうまいんですよね。決めました。白鵬が勝って6勝目、阿炎敗れて黒星先行4勝5敗というふうに星が変わりました。一瞬なんですけど、阿炎がね、千代翔馬という力士もね、やっぱり侮れない相手ですよ。この力士も先ほどの阿炎同様、立ち合いでいろいろありますし、取り組み中にもいろいろ技の引き出しがありますからね。相手もだから相手をね、迷わすのはやっぱりこの人はうまいですよね。で投げを打つにも思い切りがいいしですね。確かに千代翔馬5度目の対戦にして朝乃山から初白星なるか。対する朝乃山、得意な相手からしっかり今日勝って白星を伸ばすことができるでしょうか。朝乃山、膝に大きなサポーターテーピングがありますが、この大怪我から帰ってきました。突っ張っていった、一気に持っていく、馬力がありました。朝乃山押し出し、朝乃山の勝ち。朝乃山右四つ得意なんですが、もう組むことなく一気に押して電車道でいきましたね。最近時折こういう出足をね、なんか押し相撲的なね、今場所も何番勝ったと思うんですよ。やっぱりああして足が出るということは調子はいいんでしょうね。そうですね。今日は本当に馬力の良さを感じましたよね。やっぱりこの人もやっぱ膝をね何度か怪我してやっぱりこう流してね。入りましたね。左でこう抱え込みいったんですけど、その後うまいこと相手の脇の下にねはずにかけて、それであそこで止まらないでね一気に攻めましたよね。また体型的にもやっぱり軽量の千代翔馬からすると出足を楽しみにしたいと思います。で土俵には藤青雲と錦富士です。
これが9日目、今日幕内前半戦最後の相撲ということで、藤青雲が親方、はい、先場所新入幕で10勝5敗、敢闘派手さはないんですけど、すごく相撲もうまいし、体もそんなめちゃくちゃでかいわけでもないのにね、やっぱり相手の懐に入ったり、相撲うまいですよね。右四つの藤青雲、左四つの錦富士です。過去の対戦、錦富士の4対0。頭でいった。先手は錦富士、左を覗かせます。上手は取れないか、小手投げ、錦富士の勝ち。上手取れないと見るや、小手投げで勝負を決めてみせました錦富士です。ここも親方、5度目の対戦でも錦富士ですよ。やっぱり今のでもね、右四つ十分の藤青雲に対して、左四つ十右からの小手投げも効いたんじゃないですか。もうここで左が覗いています。覗いてますよね。はい、小手投げも左四つからの小手投げですから、あれが右四つになったら、ああいう投げ来られたら藤青雲逆に懐の中入っていけたと思うんですよ。これは微妙なところなんですけど、場所前うちの部屋にね、稽古に来てくれて、平戸海とね、もう随分3番稽古やってましたけど、そうですか、いい稽古してましたよ。美ノ海はですから、その相撲のうまさ、まわしを引いた時の相撲のうまさありますが、この欧勝馬は相手と距離を取ってですね、うまいんですよね、はい、力強いですよ。この人がもっともっと前への意識を持ったらね、もっともっと番付上がっていくと思います。欧勝馬は日本体育大学卒業の力士、もともとレスリングで日本にやってきました。頭でいった、一気に持っていくか欧勝馬、ここもうまく突きながら距離を取ります。中に入りたい美ノ海です。突っ張って美ノ海が下から押し上げて押し出し、美ノ海の勝ち。もう美ノ海が親方、今日はもう回し引かずして、今日はもう美ノ海はね、突き押しでね、回しは取れなかったんですけど、欧勝馬がね、だからいいもん持ってるんですけど、足があるんですけど、それを前に生かせればいいんですけど、ついこの人の場合はこう後ろに下がりながらいろんなことをやろうとする気合があるんでね、この立派な体なんだから、この人は前にもっと意識を持っていかないとダメですね。その相撲のタイプっていうことですよね。正代にとっては対朝白龍戦3度目の正直になるかというこの一番です。先に腰を下ろしたのは朝白龍。右をつけていきました朝白龍です。左が覗いた、前に出るのは正代、一気に勝負決めました。正代の勝ち。朝白龍は自分の好きな形、得意な形にさせてもらえませんでした。正代勝って3勝目、朝白龍敗れて6敗目。3度目の対戦で正代は対朝白龍の分かれ目、どんなところだったでしょうか。今日はもう正代いつものようにね、胸を出してこう当たっていくんですけど、攻めてるのは常に正代なんですよね。朝白龍はどうしても背骨で肩透かし、本当に今さっきも言ったように、この2人に関してはね、真っ向勝負でね、見てて気持ちいいですよ。で過去の対戦で言いますと、王鵬の2対1、これが4度目の対戦ということになります。今年でいうと1月、吉野富士が上手投げで勝っています。先場所は突き落としで王鵬が勝っています。吉野富士は、そういうのを攻めてるからもろ差しになれると思うんですよ。そのもろ差し今日なれるかですよね。あと立ち合いどういくか注目したいと思います。お互いに頭と頭でぶちかますでしょう。久之助も流せます。頭と頭だ、右を差し込んだ吉野富士、もろ差しだ、外から決めて王鵬、体入れ替わった吉野富士の攻め、寄り切りました吉野富士の勝ち。少し左の腕気にしましたが、王鵬の強烈な決めもあった中で最後は寄り切ってみせました。親方、勝負は短かったんですが、非常に迫力のある、当たった後ね、
吉野富士が先一歩二歩攻めましたから、あそこはってやっぱりこういうところも刺身のうまさですね。立ち合いがいいからこそ立ち合いもろ差しもなれるんですよね。ということは先場所のその立ち合いいくらもう決めに来てもあんだけ2本入られるとね、やっぱ王鵬も苦しいですよね。それで岡田コメントで平戸海を応援していますというコメントも結構いただけるんですが、ありがとうございます。親方から見て平戸海の一番いいところどんなところですか？がむしゃらなとこじゃないですか。もう必死に前に出ていく。もうがむしゃらに相撲を取ることだけですよ。キッズファンの平戸海という声も響いています。国技館、さあ軍配帰りました。突っ張っていく隆の勝、はたいた落ちません。平戸海はたき込み、隆の勝の勝ち。1度目はこらえたんですが、2度目隆の勝が決めてみせました。親方、この一番いかがでしたか？やっぱり相手のペースですよね。やっぱ隆の勝のペースで取られてますよね。今日も踏み込んでいったように見えたんですが、ああいう負け方してるうちはまだまだです。そうですか。もうあそこでも引きに来るっていうのを頭に入れながら取らないとですね。一度目はですね、15日間毎日続いていきます。それを考えてたんでね、体動かなくなっちゃうんで。なるほど。先を見すぎても、その日の相撲に集中してね。で対するが一山本、押し相撲の力士なんですが、親方は一山本今場所3位で中日4勝4敗星、5分の星で折り返してまいりました。さあ軍配返っています。突っ張っていく一山本、下から当てがって藤野からいなされた。ここを残します。中に張り方藤野から下がってるんですが、そこを押し出しました一山本の勝ち。今場所も一山本でした。うまいこと取りましたよね。はい。小兵の藤野川をね、中に入れない、よく見ながら相手をね、力士いくら藤野川といえどもね、ああいう目の前がね、相手がなんていうんですかね、この長い腕で突っ張ってこられると、途中で一ついなしがあったんですよ、一山本の。あれでやっぱ泳ぎましたよね。ここで突き放して、ここから一ついなすんじゃないですか。そうですよね。これが効きましたよね。もう最後は土俵際引くしかなくなって、そこを押し出され、昨日7日目まで全勝できていた大関に帰ってきた霧島が敗れました。全勝力士がいなくなって、この1敗力士がトップという状況。今日前半で相撲を取った、昨日終わった段階で同じく1敗だった翔猿が敗れました。現在1敗はこの後相撲を取る霧島とこの若隆景だけです。さあ1敗守ることができるか。対する若隆景を得意としている琴勝峰が6勝目を挙げるんでしょうか。突き放していく琴勝峰、上手は若隆景ですが構わず出ていきました。琴勝峰の勝ち。若隆景敗れました。ここは相性というものがあったんでしょうか。リプレイで親方に解説していただきますが、分かれ目どんなところだったんでしょうか。一つ今日頭で当たってね、もろ手じゃなく当たった後突っ張ってね、若隆景をどんどん追い詰めましたよね。あそこで止まったりねすると若隆景にうまく取られるんですけど、若隆景の頭が上がりました最後。それはそんだけ琴勝峰の攻めが厳しかったということですよね。ここですね。
やっぱ若隆景っていうのは常に膝を曲げて納得して土俵に上がれるかどうかっていうことなんですね。そうですね、みんな同じ気持ちで上がってるとは思うんですけど、結局ね勝負は、ね、勝ちか負けしかないんですけど、その短時間のね勝負の中でいかに自分を出すかが相撲なんで、さあこの一番は境川親方立ち合いが勝負と。ですよね。はい、ということでさあ軍配返ります。新関脇の熱海富士対する元関脇大栄翔。大栄翔優勝経験もあります。押し相撲の大栄翔、画面右下から起こしていきたい大栄翔。熱海富士も突っ張っていきます。様子を見ながら回しにこだわらないか、下から跳ね上げて回っていく大栄翔。土俵際迫るのは熱海富士です。押し出し、熱海富士の勝ち。熱海富士が落ち着いて取ったように見えました。ですね。大栄翔に最初突き放されても下がらないし、じっくり自分の重みを生かした勝ち方ですよね。全然その慌てたとこなかったですね。慌ててくれると大からね。この大栄翔が下から起こしていこうというね、突きあったんですけども、熱海富士ね、よく本当に大栄翔の突っ張りに対してね、よく対応してますよね。表情を見ていてもこういう終盤のやっぱ混沌とした中を戦い抜いてきてるんでね、経験はあると思うんで、先場所12勝3敗で14場所ぶり3度目の優勝を成し遂げました。で大関に12場所ぶりに帰ってきたという霧島。もちろん話は少し早いですが、連続優勝ということになれば来場所さらに上の番付への挑戦という話も聞こえてまいります。そのためにもここで連敗は絶対に避けたいという霧島。一つ今息を吐きながら塩をまきました。今日の対戦相手、直近3連勝中の若元春戦。ただ左四つになればこの力士も力があります。さあ軍配返りました。張っていきました。左が入った、すくっていく霧島。胸が合います。抱えながら決めて前に出ていこう、振っていこうという若元春です。再び前に出ようと若元春、土俵際どうだ、打っちゃったか、寄り倒した軍配の霧島。土俵を転落した際に額に今擦り傷でしょうか、霧島、鬼門の表情を浮かべています。額、そして切れてます。そうですね、鼻の今審判の膝に頭から落ちたんですかね。そのダメージでしょうか。顔をしかめました霧島。軍配は出血あります。そうですね、出血少しありますね。物言いはつきません。霧島連敗しませんでした。9日目にただ一人勝ち越しを決めています。尾形、相撲内容いかがでしたでしょうか。左を差してお互いね、霧島は右でも左も取れるとはいえ、相手が左四つですから左を差すことは簡単だったんですけど、ここから右をねうまく抱え込んでね、動きを封じましたね。ただ敗れはしたんですが、若元春も土俵際のうっちゃりあるんですよね、この力士はね。この人はうっちゃり腰強いですよ。だからそこはね、霧島もね、何番とね、本場所や稽古屋でね、若元春のそういう部分は分かってると思うんで、土俵のこの面の方に顔から落ちたみたいですね。そうですね、霧島。それですりむいたんですかね。若元春の左差し徹底して霧島防ぎましたね。そうですね、ここでちょっと土俵にで顔から
すりむいたんですね。深い傷じゃないと思うんですよ。はい、このように額から口のあたりまでにかけてすりむいたでしょうか。ただ霧島勝ちました。連敗しませんでした。8勝目、まずは今場所の勝ち越しを決めています。なんといっても今日は連敗しなかったことが一番大きいですよね。はい、ということで28歳豪ノ山、4月7日誕生日ですから、今年誕生日が来て28歳。さあ先輩の大関に対して2日続けて大関撃破なるかという豪ノ山。ただ過去の対戦でいきますと琴櫻の9対1です。まあしかし今場所に限ってはね、はい、その過去の対戦成績というのはあんまり当てにしない方がいいですね。豪ノ山調子いいですよ。そしてこの後ルーティーンがあります琴櫻。花道向こうのこの付け人と同じ動きをします。肩を回してシンクロさせて勝負に臨んでいきます。表情がガラッと変わりました琴櫻。対するは豪ノ山。おそらく豪ノ山はもうやることはただ一つ。琴櫻、大関の意地見せることができるか。9日目結びの一番です。左の突け、回しを引いた琴櫻、右が入っています。どうだ、軍配豪ノ山、軍配豪ノ山です。物言いがつきました。つきますね。ただどうでしょう、微妙は微妙でしたね。そういうところだと思うんですけど、豪ノ山右に回り込みながら、あの時の大関の右足がね最後どうだったのか。はい、ここでかかとはまだ浮いてるんですよね。そうですね。軍配通りなような気もしますけどね。勝負審判分かれました。場内にアナウンスがあります。これ蛇の目、どうでしょうか。かかとがね。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は、豪ノ山に上がりましたが、琴櫻の足が先に出ており、軍配通り豪ノ山の勝ちといたします。豪ノ山の勝ち。豪ノ山2日続けて大関撃破です。7勝目。琴櫻敗れて7敗目。勝ち越すためにはもう後がなくなりました。本来何とも言えない空気になっておりますが、いいプレーです。これ琴櫻も右入ったのも早い段階で入りましたよね。ね、あそこでこう右へ入ってガチッとこう捕まえてあそこ出ていけばよかったんですけど、なんかね豪ノ山は左から押っつけにいってるんですけどね、これちょっと攻め急ぎましたよね。あそこで下半身がもっとこうどしとして寄っていけばね寄れたと思うんですけど、はい、ここでね大関も捕まえかけたんですけど、やっぱ豪ノ山はやっぱり今場所好調なだけに土俵際にねやっぱりこう落とし穴があったというか、ここで大関もね体を入れ替えた時には慌ててましたよね、前出ていく時。はい、両方に軍配、翔猿が敗れて2敗に後退です。獅子突き落とし、玉鷲まだ初日が出ませんでした。金峰山はたき込み、宇良送り出し、白の富士寄り切り、朝乃山押し出し、錦富士小手投げ、美ノ海突き出し、正代押し出し、吉野富士寄り切り、隆の勝はたき込み、一山本